皆様こんにちは、リンと申します。今回はですね、ポムフィオーレの量について考察をしていきたいと思います。まず考察したことなんですけど、大きく3つありまして、最初、各々のキャラクターの名前の由来、そして白雪姫の原作もポムフィオーレ取り入れているのではないかなというところと、最後にはですね、白雪姫とは別にもう一つモチーフがあるのではないかという説ですね。でそこからジャック君とビリーさんのねストーリーとかも引っ張ってきてるのではないかなと思ったので紹介させていただきます。でまずですね、おさらいなんですけど、ポムフィオーレ寮というのは美しき女王の訓練の精神に基づく寮です。そして魔法学薬や呪術にね優れていて、独自の美意識を持つ生徒が多いという寮になっております。全体的なモチーフは白雪姫です。では早速ですがね、各々の名前の由来から順番に説明していきたいと思います。まずビルさんですね。はい、寮長ビルさんなんですけど、ビルさんの名前はある本から取ってきてると思います、私は。でこれからね本は紹介するんですけども、まずドイツ語版の、ザ・ベルズという本がありまして、こちらディズニー出版になります。はい、でそしてこのザ・ベルズのドイツ語版のサブタイトルがシェーンハイト・リギエートです。で直訳すると美のルールとなります。でシェーンハイトというのは美、美しさという意味のドイツ語で持ってますので、ビルさんにとってはすごくぴったりの名前かなと思います。でビルなんですけども、こちら悪というね意味なんですね、ドイツ語でも。で悪の美しさというふうにつなげるとなります。でここではおそらくヴィランズの世界なので、悪い意味ではなくてとっても褒め言葉なんじゃないかと思っております。毒々しい醜さと完璧な美しさの表裏一体性というか、すごくビルさんを表している気はするんですよね。ぴったりな名前なのではないかなと思います。で本については最後に話しますので、ちょっとお待ちください。続いてエペルくんですね。エペル・フェルミエなんですけども、はい、まずねエペルがバスク語で暖かなという意味になります。でフェルミエなんですけど、ドイツ語で農場とか農家とかっていう意味になりますね。暖かな農場ということでエペル君らしいなと思います。フェルミエはねスペルが L だとドイツ語で R にするとフランス語なんですけど、同意義の言葉です。でバスクなんですけど、バスク地方っていうのはフランス領とスペイン領に分かれています。で基本的には温暖な気候ですね。細かくは領地によるんですけど、はい。でリンゴ栽培が盛んで、なんと80種類ほどね品種が栽培されているような地域です。で特にねシードルと呼ばれるリンゴ種が有名です。はい、で領地なのでねバスク語というものを持ってるんですけど、第二言語も話したりしますよね。なんですけど、結構独特なアクセントが強めだったりして方言的な喋り方になる人が多いっていう感じもあるので、すごくエペル君らしいなと私は個人的に思っております。はい、では最後にルークさんですね。まずルークなんですけど、ルークハントね、単純に考えるとルークって人を欺くとか騙すという意味もあるので、騙す狩人ですね。白雪姫の劇中でもね、白雪姫を殺めることができなくて、女王にね嘘をついてね豚の心臓だかをねあげて、これは白雪姫の心臓ですとか言って嘘をついてるので、嘘つき狩人っていうところから取ってるのもあると思います。でただね狩猟用語ではね狩る対象プラスハントで英語でねやるんですけど、例えばウサギ狩りって言いたかったらラビットハントって言うんですよ。でルークってヤタガラスって意味もあるんですね。ルークハント、ヤタガラス狩り、なんか私の思考がマイナス思考なのかもしれないですけどね、なんか何か起こりそうで怖いなって個人的には思ってるんですね。これがねプーさんのハニーハントぐらいのノリでプーさんのハニーハントぐらいのノリで言ってくれるんだったらちょっとほっこりできるかなと思うんですけど、今後の展開がどうなるかとっても楽しみな要素ではありますね。はい、以上です。以上が3人の名前の由来なんじゃないかなっていう考察になります。続きまして、いよいよ仮説1に入ります。で白雪姫の原作も取り入れているのではないかというところですね。はい。
で、原作の文章をね、あのさらっと簡単にまとめております。で、まずですね、前回のね、動画でね、原作を匂わせる要素もあるってお話をしました。で、もしそうであるなら気になる話がありまして、一番最初にね、魔法石をね、主人公とエースとデュースがね、取りに行く時に出会った怪物さんがね、小人のモチーフなんじゃないかっていうね、ことも言われております。で、原作ではですね、白雪姫の原作では、白雪姫を助けるのは可愛らしい小人ではなく、社会に溶け込めない、馴染めない、何らかのなんか罪を犯してるならず者なんですね。街中に住めなくて森に住むようになった人たちは、ヨーロッパの方では本当差別された人というかならず者、そう考えるとなんかね襲ってきたりとか、その普通のね社会に溶け込めるようなキャラクターではないなっていうところから、ちょっと小人、帽子とかもかぶってるしね、原作の、小人に当たるのではないかなっていうふうに思っております。ちょっとねこれ深掘りしないで次行くんですけど、今回の主役ではないので、はい、次行きますね。白雪姫はですね、実は最初から毒リンゴで毒殺されそうになるわけではないんですね。なんか段階を得てだんだんと殺められそうになります。まず最初は黄色と赤と青の絹で編まれた紐で考察されそうになります。ポムフィオレ領の洋服、青みを帯びていて腰に紐を巻いているんですけど、赤と黄色ですよね。怖っ女王がねモチーフであるっていうのももちろんあると思うんですけど、わざわざ赤と気にしてくるっていうね、色かぶせてくるっていうのがホラーですねはい。で、次にですね、毒の串をね髪にてか頭に刺されて、これも毒殺されそうになって、最終的に毒リンゴで毒殺されそうになります。で、これコメントにも書いてくださった方いらっしゃったんですけど、ありがとうございます。ね、皆さん本当にいろいろと反応してくださって嬉しい限りです。結構今までのツイステのプロセスを見ていると、前作のストーリーのキャラクターたちがお助けしに来てくれる感じがありますので、このお方はね、毒といえばこのお方というか、切っても切れない縁がありそうで、なんかありそうですねっていう感じがねあってね、ちょっといい意味でゾクゾクしますね。はい。で、最終的になんですけど、王子様のねキスで目覚めるのではなく、原作では王子様が白雪姫の遺体をね引き取った時に乗せた馬車のその揺れでリンゴが喉から飛び出して蘇生するんですね。もしね前作のね方々が関わってくるのであれば、そういったねちょっとおちゃらけた感じの終わり方もありなんではないでしょうかねって勝手に思ったり、しております。で、最後は、前回の動画でお話しした通りに、結婚式場に女王を呼んで、鉄製の火で打ったね赤い靴を女王に履かせて、倒れて息絶えるまで踊らせて公開処刑をするっていうのが原作になります。で、結構その洋服とか魔法石を取りに行くお話とか、最後の赤い靴を履くお話とか、ちょいちょいなんか原作要素を入れてきてんなって感じたので、ちょっとお話をしました。はい、続きまして仮説2の白雪姫とは別に他のモチーフがあるのではないかというお話をしていきます。で、まず紹介したい本があります。で、これ先ほどねビルさんの名前の由来で出てきた本の英語版なんですけども、まずですね、このベルズという本、英語とドイツ語で出版されております。で、こちらディズニー出版です。で、ちゃんと公式もディズニーも運営も関わっているところが出てるので、ティーンズとかその若い子向けのところの出版らしいです。はい。で、作者はねアメリカのドーニエル・クレイトンという方ですね。で、こちら面白いなと思ったのが、英語とドイツ語で出版されてるんですね。わざわざドイツ語で、他にもヨーロッパの国あるのにね。はい。で、こちらもねコメントくださった方いらっしゃったんですけど、ありがとうございます。私前の動画で白雪姫ってドイツの民話なのにどうしてフランスがベースになってるのかなって
ちょっと疑問に思うっていう話をしたと思うんです。本当にね、ドイツとフランスでね、もうどっちのお話が大元だみたいな言い争いってまだ終わらなくてね、ごっちゃ混ぜになってて答えも出てない感じなんですけど、こういうね、ツイステのキャラクターもそうなんですが、ドイツとフランスをごちゃ混ぜにしてくるっていうあたりが逆にすごく白雪姫へのリスペクトを感じます。で、このお話ドイツ語出版されてるんですが、中身はフランスが舞台なんですね。なんかすごくドイツ語で読むフランスの舞台のお話ってめちゃくちゃ面白くないですか？なんかまあ元は英語なんですけどね、英語なんですけどわざわざドイツ語出版をしているというところで、なんかそのドイツとフランスをわざわざミックスさせてくるっていうところにとっても白雪姫へのリスペクトを感じました。で、まず内容をね簡単に説明します。で、こちらのファンタジー小説になります。で、舞台はフランスのオルレアンになります。そしてこのね背景を語るのに一応町の歴史っていうのがねありまして、その歴史の一編がね最初に書かれて、それからストーリーが始まるという形になります。で、この町の歴史、空の神が美の女神に恋をしてオルレアンで優雅に過ごしていました。美の女神がある時帰りたくないと言ったので、空の神が激怒してオルレアンに住んでいた美しき人々を豪雨と竜巻で根こそぎ滅亡させ、次に生まれてくるオルレアンの人々に呪いをかけます。その日以来、オルレアンの子は皆灰色の肌と縮れた髪で生まれてくるようになりました。美の女神の抵抗は、美を他者に施すことのできる才能を持ったベルズと呼ばれる子をその地に残すことでした。というのがまず物語の基盤にありまして、その歴史を踏まえて主人公たちがストーリーを展開していきます。で、この本の主人公はカメリアというベルズのね一人である女性です。で、彼女は将来的に王宮に仕える選ばれしベルズとなるんですけども、でベルズはねオルレアンの灰色の人々に美を施せる魔法の力を持っています。ベルズはね呪いのせいなのか結婚ができない運命にあるようです。そして彼女たちはオルレアンでは有名人、芸能人のように記事にね取り上げられたり、彼女たちがパッケージのお菓子が売られていたりなんかっていうことをしたりします。で、一部偏見を持っている人もいたりしますね。はい。で、あとベルズはね血がつながってなくてもファミリーみたいにねグループを結成して派遣という形でお仕事をしています。で、彼女たちはティーハウスと呼ばれるお屋敷か、宮殿とか王室を拠点にしてます。で、年齢は16歳以上の子たちでマカロンが好きみたいです。そういう一節がありました。で、このベルズの世界では最高峰が1番という称号がザ・フェイバリットという称号でねありまして、王室から与えられます。で、その称号を王室から得るということがまず彼女たちの目標でもあります。ザ・フェイバリットが取れるといわゆる一番美しいという、ね、この世界で認められることになります。で、公式のあらすじではね最後はね王室のベルズとなった主人公カメリアは王室の秘密を知り、この世界と自身の虚飾された真実と向き合っていくというあらすじになります。この本の中身なんですけど、結構ねスノーとかアップルとかミラーっていう言葉を使った表現がたくさんありました。すごくこの本自体も白雪姫というのを意識しているのではないかなというふうに思っています。そして気になったシーンがありましてですね、主人公カメリアがね鏡越しにね他人と目が合った状態で、あなたが一番だと思ったけど違ったのねみたいなことを他人に言われるシーンがあるんですね。で、これって間接的に白雪姫の女王が一番の美しさではないと告げられるシーンを模してるかのようで、面白いのがそのシーンを起点に主人公のカメリアが他者への嫉妬をね表に出していくようになるんですよ。で、彼女の胸の内に溜めていた嫉妬が鏡越しにそれを言われたのをきっかけに表に出して他人と衝突していくような部分もあるので、とっても面白いなと思いました。この本の舞台であるオルレアンの街並み、実際下が街並みなんですけど、どうですかね。私はポムフィオーレ領と似てるなと思ったんですよ。色合いとか建物の感じとかモチーフにされてるのではないかなと思ったんですけど、いかがでしょうかね。ちょっと似てる気がしますよね。そしてですね、じゃあこの本の中で各々のポムフィオーレ領のキャラクターたちはどういうふうに当てはまっていくのかなんですけども、
まずね、私が読んでこの人じゃないかなと思ったのを紹介します。でまずビルさんはね、白雪姫の女王と、この中の、主人公のカメリアではないかなっていうふうに思います。理由、後ほど詳しくちょっと説明しますね。でまずルークさんは、白雪姫の狩人と、この本の中だったらファミリーのママデュバリーって方がいるんですけど、その方かなっていうふうに思いました。でちょっとここで説明はしちゃいます。でデュバリーっていう人はね、カメリアが所属するファミリーのママで、ベルズたちをね美しく輝かせるためのお世話係、あと交渉役、外への交渉役だったりします。でいつもベルズたちをね美しいと褒めたたえていて、特にカメリアのことをね気にかけている人物でもあります。でそしてですね、デュバリーっていうのはあだ名であって本名ではないんです。でそのデュバリー自身も、自分の話のことは避けてたりとか、そういう表現が見えるので、あんまり詮索されたくない人なんだなっていう印象ですね。はい。それもあって、デュバリー、のママがすごくモチーフなんじゃないかなというふうに思いました。そしてエペル君ですね。エペル君は、白雪姫の毒リンゴそのものと、でエペル君めちゃくちゃねもう大変だったんです。本当に何回も読み返してああだこうだやってたんですけど、そのカメリアがリンゴの表現を使った人たちっていう風に今書いてるんですけど、カメリアさん、主人公のカメリアがね優れていると思った人たちにリンゴの表現を用いるんですね。リンゴのように赤い頬とかリンゴの花のようにとか用いた人たちに対して少なからず嫉妬をしていくんですね。でリンゴっていうところで結構エベル君と関わりあるかなと思って、後ほどねしっかりと紹介はしたいと思います。まずねビルさんとねカメリアが被るなと思った理由がありまして、で主人公のシンボルマークがフルードリスと作中に表記があります。でしかも黄金のフルードリスです。で清掃のビルさんよく見ると王冠にその紋章が見られるんですね。でフルードリスはデザインの種類もちょっと様々でね、あやめの花を象徴化したもので非常に芸術的な紋章と言われています。衣装の裾にもねなんかそれっぽいかなと思うのも確認できたりとか、これ全員にあるんですけど、すごくね黄金のフルードリスを持つっていうことで、カメリアとビルってね一応王冠で黄金のフルードリスが明確にあるので、すごく共通点だなっていうふうに思いました。はい、続いてですね、そのエペル君のね、リンゴの表現を使った人たちということなんですけど、これねたどり着くのにめちゃくちゃ大変でね、全然出てこないの。エペル君が本の中で出てこないじゃん、ミスったかなって、外れたかなってずっと思ってたので、しかもこの本2部作ありまして、1部作で440ページぐらいあるのを2部作読んでるんですよエペル君探すためにね。で、そこである共通点に気づいたんですよ。さっき説明したんですけど、その主人公のカメリアがね嫉妬を持つ対象って絶対リンゴ、なんかアップルなんちゃらとか使ってるんですね、表現をその人たちにで。今回は一部作をね中心に紹介するんですけど、その中で特にね印象を残しているキャラクターが2人います。でそのキャラクターを今紹介します。でまずねアンバーというキャラについてね、カメリアもねリンゴの表現を用いてます。アンバーはねベルズの一人で、その美を施せる人の一人なんですけど、そのアンバーの技術についてリンゴの表現を用いて褒めています。その彼女の美しい顔の輪郭形成とか美の施工技術に対してリンゴのように美しいものを作るというような表現をしています。で2人目がソフィアです。カメリアのお客さんなんですけど、でリンゴのような胸をした可愛らしいソフィアというような表現を使っている人物がおります。ではここでですねちょっと本の中身を少しだけ紹介したいと思います。でどういう風に紹介しようかなっていうのを読みながら悩んでいて、でその前回の動画ってちょっとジャブだったんですね。で皆さんどんな反応されるかなと思ったんですけど、案外朗読もね受け入れてはくれるような優しいマインドをお持ちの方が多いので、ちょっとそういうので紹介しようかなと思います。本当にね悩んだの、どうしたらいいのって、文字をただ読むだけじゃつまんないじゃんここでジャック君とのねストーリーモチーフってこれじゃないっていうのがあったんですよ。でそれを紹介します。でねビルさんのさホーム画面の式典服は夜に似合うわよねっていうセリフがあるんですけど、このストーリーをこのお話を読んでからそのセリフ聞くとめちゃくちゃビルさん可愛いって思えるんですよ。もうめちゃくちゃキュンキュンするんで、ぜひね皆さんにも知ってほしいなと思います。でその元になってるんじゃないかっていうストーリーを
ちょっと私これ英語の本なんで直訳ではなくて直訳するとね長いので意訳します。で意訳っていうのは全体感をつかめるように少し言葉を付け加えたりね、あるいは逆に削除したりして分かりやすく説明できるような感じで紹介していきますので、本を読んだ時にあれなんか違くないみたいな出てくると思うんですけど、私がやってるのは直訳ではなくて意訳ですということだけご留意ください。それではストーリーを一つ紹介します。宮殿に向かう途中、疲れ果てた私たちはロイヤルスクエアで夜を過ごすことにした。ザ・フェイバリットが決まる式典前夜、月明かりの下、その景色に余韻を感じていた時、若い男性の声がした。想像してたよりも実際の君はいいね。私は彼に目を向ける。真っ先に気になったのは直してあげたいくらいのひどい着方をしたジャケットだった。そんな無邪気な彼の笑顔は月明かりのように輝いていた。私たちは珍しい存在だから、ファミリーと顧客以外の人が話しかけてくることはまずない。それにママは男性は怖いから話したらダメと言っていたけれど、私は彼が怖くなかった。誰なの？私は初めて男性と言葉を交わした。君は魔法が使えるんだろ？どうやって美を施すの？彼の瞳は杉の葉が色づくような薄茶色で、私の魔法への興味でいっぱいのようだった。ジャケットの海軍のエンブレムがコインのようにキラリと光った。容赦なく距離を縮める彼に私の胸は高鳴っていた。カメリア！ママが私を呼んだ。こっちに来なさい。強く呼びつけるので、私はママのもとへ戻ろうと彼に背を向ける。だけど振り返ってもう一度「誰なの？」と聞いたが、そこに彼の姿はもうなかった。霧のようで夢のように淡い温かな瞬間だった。はい、ご清聴ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？なんかビルさんが可愛く見えませんか？私はここ大好きですね。で、あとその作中に出てくる男性なんですけど、杉が色づく薄茶色っていうのは本当に杉の葉っぱがちょっと枯れてくるようなぐらいの薄茶色のことだと思うんです。で、実際ジャック君の目って自然を感じるね、何とも言えないなんか黄色みがかったような茶色っぽいような感じの瞳をしているので、間違いではないのかなっていうふうに思ってます。でですね、この作中に出てきた海軍さんなんですけど、ロンドンとフランスを行き来しているっていうのが後々文章で出てくるんですけど、でそのジャック君のね、これもリサーチはねまたしなきゃいけないんですけど、ジャック君モチーフ自体がなんかホワイトファングっていう本の中に出てくる狼で、その作者がジャック・ロンドンっていうからジャックって名前なんじゃないかっていうような説も上がってるんですね。でこれ言葉遊びになるんですけど、そのロンドンっていうところで何かちょっとキーワードになってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりして、ここに出てくる海軍の、薄茶色の瞳をした人でちょっとね、カメリアさんが少し淡い気持ちになっているっていうのはとってもこのストーリーかいつまんでるんじゃないかなって思います。で、式典服が夜に似合うっていうのもなんかすごく可愛らしく聞こえるなと思ったストーリーでした。はい、で続いてですね、あと2エピソードだけ紹介したいなというお話があります。
でこれはあくまで予想なんですけど、もしかしたら今後関係あるかもしれないと思ったストーリーですね。でさっきエペル君のことで話したね、その2人のキャラクターが出てくるお話ですので、ちょっと聞いてみてください。私たちは宮殿に到着した。カメリア、きっとあなたがフェイバリットを獲得する一番のベルズよ。みんなが言う。私もそう思う。優秀なベルズである私とアンバーが王妃の前に呼ばれた。期待に胸膨らませ、王妃の言葉を待った。ついに告げられる、そのザ・フェイバリットとなる人物の名前。最高峰の美を司る名前。カメリア、あなたは名誉ある帝国都市のティーハウスのベルズに任命します。そしてアンバー、あなたがフェイバリットです。私はとっさに手で口を覆ってしまった。隣にいるアンバーに目を向けられなかった。拍手喝采。アンバーが華やかな人々に囲まれる。ママの満面の笑顔は私に向けられるはずだった。人々の賛美も羨望の眼差しも私が受けるはずだった。鏡が粉々に砕け散って、その破片が心に突き刺さるように痛い。私は一番じゃない。いつかのような綺麗な月明かりの夜、私は気晴らしに外を歩いていた。ふと目を運ばせたランタンの下、ソフィアを見つけた。男性と腕を回し抱き合っている。ソフィアに向けられる羨ましいくらいの愛情の眼差しは、海軍のジャケットを着た杉の葉が色づく薄茶色の瞳の輝きだった。彼も私を選ばない。私は立ち去ろうと彼らに背を向けた。はい、こちらもご清聴ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、暗い雰囲気にはなったんですけど、やっぱりなんでしょう、嫉妬というか、嫉妬というね部分で、そのやっぱり自分がリンゴという表現をね用いて褒めたたえた人たちに対する気持ちとかをすごく一番表している場面だなと思ったので、2つ抜粋してみました。でもしかしたらツイステのねビルさんとエペル君のストーリーでも絡んでくるかもしれないなとか思ったり、だってエペル君はねすごいサバナクローに入りたかったっていうようなセリフもあったりして、でジャック君とは部活は違うんですけど、ジャック君が陸上部で、エペル君はマジフト部なので違うんですけど、でもサバナクローに憧れているっていうところから、絡みとかもあるでしょうしね、なんでしょう、恋愛とかまでいかなくてもすごく仲良さそうに話してるとか、何かちょっとしたきっかけでね、ちょっとねじれちゃったりとかあるかもしれないかなとか勝手に自分で妄想してみたりしました。はい、っていうことで紹介させていただいたんですけども、最終的にはですね、この本自体の物語もやはり自分が抱えているエゴだったりとか、その
一番美しいっていうのは一体誰が決めたんだっていうことに対してすごく考えていったりで、カメリアさん自身もすごい自分で成長していったりとかね、その自分の中に内なる美しさとかも見つけていったりとかするようなね物語にはなっているんですね。なので今紹介した中ではちょっとカメリアさんの絶望をね描いてる箇所だったんですけども、本の全体的なところではやっぱりね自身が成長していってエゴというものをねしっかりそういう殻を破っていって本当の美しさとは何なのかっていうところにね見つけていけるようなストーリーになってますのでね、ビルさんもねきっと自分の本当に美しいところを見つけてくれるんじゃないかなというふうに私は信じております。はい、考察はね以上になります。何か少しでもね楽しめていただければと思います。そして最後にですね、このね本の作者クレイトンさんがね本全体を通して伝えたかったことっていうのがあって、インタビューとか私も動画見たりとか、本のね前書きとか後書き読んだりとかして、こういうことかなって思ったのがあります。で、作者が伝えたかったことを最後に私からも伝えてこの動画終わろうと思います。もしあなたの美しさが否定されたのなら、それは単なるエゴであって、あなたは愛も変わらず美しい。